こんにちは。スウェーデン在住才能開花セラピストのリーコです。今私はストックホルムにいます。こちらストックホルムの視聴者ですね、ノーベル晩餐会が開かれるようなところですね。普段はめちゃくちゃ観光客がいるので、朝7時に、来ております。そしてね、なぜ私が今ストックホルムにいるかっていうと、実はクライアントさんもう2年前ぐらいになるのかな、2年前ぐらいに、3ヶ月のワークを受けてくださって、その後1年の講座を受けてくださったクライアントさん、すごくやっぱり仲良くなるので、遊びに来てくださってるんですね。でストックホルム観光と私たちが住んでいるところをご案内させていただいて、今ねストックホルムに一緒に観光に来たっていう感じです。で今日はですね3週間前になるかと思うんですけれども、私がニューヨークにねブライアン・ワイス博士のワークショップに参加してきたお話について、今日ねお話ししていきたいと思うんですね。ブライアン・ワイス博士のことをご存知の方とそうじゃない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、少しだけご紹介すると、アメリカの精神科医の先生なんですけれども、もう40年前ぐらいになるんですかね。ブライアン・ワイス博士っていうのはもうね、三能重視のもう科学的根拠しか信じなかった先生が、ある患者さんとの出会いをきっかけにスピリチュアルな道にもう世界にどんどん入っていくような感じの、ね、旅をされた方なんですよね。そのある患者さんっていうのが、前世に行ってしまった、催眠療法を施すと前世に行ってしまったっていうところからワイス博士の旅が始まっていく。でそれが一冊の本に前世療法っていう本に書かれていて、でもう当時多分やっぱりそういうことってタブーだったんじゃないかな。体験されてる方もいらっしゃったけど口にできなかったっていうところからのその先生の本でも世界中にブワーって広がっていったんですよね。でその先生が、5冊6冊で、そして小さな薄い本を入れると多分9冊ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけれども、先生がいろんな、ね、出版をされる中で、目覚めていく人というか、やっぱりこれで良かったんだって思い返していくというか、思い出していく人たちがすごいたくさんいたんだろうなって思うんですよね。もう本当に世界に影響を与えた一人の精神科医の先生、ブライアン・ワイス博士で、私の人生ももうワイス先生のおかげって本当に言っても過言ではないぐらい人生が本当に変わっていったんですよね。でそのお礼がどうしても言いたくて、で私がこうやってセラピストとして活動できてるのも先生のおかげですっていうのも言いたくって伝えたくって、ニューヨークのねワークショップに参加したいなと思って、2026年の6月にワークショップに行ってきました。で今日はそのお話をちょっとしたいと思います。ちょっと静かにお話ししているんですけれども、実は私は今、ニューヨークのオメガインスティテュートというホリスティックセンターに来ています。ブライアン・ワイス博士の、ワークショップ、奇跡は起こるというワークショップに来ています。ニューヨークの郊外にある、とっても大自然に囲まれたところなんですけれども、もう私の人生を本当に変えてくれたワイス先生のワークショップなので、とっても楽しみにこの6月を迎えたんですよね。でもこのワークショップは参加者が500人以上、500人ぐらいで、もう世界中から参加者が集まるような大きなワークショップなんですね。で本当はワイ先生に直接、ね、ご挨拶したい、私の人生を変えてくださってありがとうございますってご挨拶したいなって思っていたんですけれども、きっと無理だろうなって500人もいらっしゃって、でみんなワイス先生とお話ししたいだろうなと思って、で私は手紙をね書いて、それを会場に置いて会場のスタッフさんに渡してもらおうかなと思って計画を立ててたんですね。そしたらなんとここに来る前日に泊まってたホテルにワイス先生がいらっしゃったんです。もうここから20分ぐらい、車で20分ぐらいの離れたところだったので、まさかワイス先生がいらっしゃるとは思ってなくて、朝食の時に見かけて、でもちょっと邪魔したら悪いかなと思ってチェックアウトのタイミングを狙ってワイス先生にお手紙を渡そうと思ってロビーで、待ち伏せをしていたら、ワイス先生がいらっしゃって、そして奥様と一緒にいらっしゃって、直接お礼を言うことができたんですね。
私これ実はビジョンボードにも書いていて、2025年のビジョンボードだったと思うんですけど、愛先生に直接お会いして直接お礼を言うことができましたって書いてたんです。もうそれが本当に実現して、もうなんかこう本当に奇跡が起こるんだなってすっごい実感しました。そしてなんと、ワークショップが始まった初日の夜にY 先生が皆さんに挨拶をしている時に実は私の手紙のことを紹介してくださったんです。このワークショップの中でもしかすると体験はできないかもしれない、できる人もいるしできない人もいるかもしれない、だけどプロセスが大事なんですよって、がっかりしないでくださいって、私の手紙を紹介してくださったのは実は今朝、リーコという方からお手紙をもらったんですって。で彼女の手紙にも最初にワークショップに参加した時には体験できなかったけれども、彼女はその後、経験を重ねて体験できるようになったって書いてあって、そしてプロセスが大事だよって教えてくださった先生の言葉がとても心に残っていますっていうメッセージを書いたんですけれども、それを皆さんに紹介してくださったんですよ。もう超感動で、もう本当に奇跡だなって思っています。でこれからワークショップが2日目3日目と始まるんですけれども、またそれについては後日お話ししていきたいと思います。今ニューヨークのセントラルパークに来ました。Y 先生のワークショップ、3日間終わって、ニューヨークの市街にやってきたところです。もう今この大都会に来てみると3日間のワークショップがもう本当に異次元の世界にいたような、そんな感覚を覚えています。この3日間終わった直後で私が感じたことを、ちょっとお伝えしていきたいと思います。とにかく Y 先生はもう愛の人なんですよ。私が初日の朝Y 先生にもう偶然ホテルで、出会えた時の包み込んでくれるような温かさ、それは Y 先生もキャロルさん、奥さんのキャロルさんも同じでした。もうすっごい温かいエネルギーで、なんだろう、本当にほんわかするというか、最高の時間でした。それでY 先生のワークショップの中でいろいろねこう考えさせられたことというか、本に載っていることが結構たくさんあったんですけれども、改めて感じたことっていうのがいろいろあったので、ちょっと皆さんにシェアしていきたいなと思います。まずね、何回も Y 先生がおっしゃってたのが、とにかく愛を選んでくださいって。愛、思いやりを持つこと、慈しみを持つこと、他者をサポートしていくこと。この社会にはいろんな人がいて、いろんな考え方があって、私たちはスピリチュアルっていうことに対してとても理解をしている。そして本質とつながりたいと思っている。だけれどもそうじゃない人たちもたくさんいる中で、どうやって生きていけばいいんですかっていう質問があった時に、Y 先生がこの地球っていうのはなんか学校のようなもの、小学校1年生幼稚園生もいれば、高校生大学生大学院生までいるって。でそれぞれ課題は違って、理解度も違って、だけど私たちは、愛を持って慈しみを持って思いやりを持ってお互いに接していかなければいけないですよねって。でその中でやっぱりバランスをとっていくこと、外の世界ってやっぱりいろいろあるじゃないですか。でそれでも内側とのつながりとか、自分が大事にしたいものとか、自分の軸とか、そういうこうバランスをしっかりとっていくこと、これを意識してくださいっていうことでしたね。あなたが愛の波動でいることってすごい大事なんですよって。いろんなことが起きてもあなたが愛の波動でいること、あなたのオーラを愛で満たしておけば、なんか邪悪なものっていうか、変なエネルギーが入り込む隙間がないんですって。
だから愛でいてくださいっていう話をされてましたね。いろんなことが起こる中でその自分を保つっていうこと難しい時にはとにかく瞑想をしてくださいって、自分とつながる時間を取ってくださいってことでしたね。でやっぱりこのワークショップではヒプノセラピーの体験、前世療法の体験っていうのをずっとY先生が全体誘導でしてくださるんですけれども、それでやっぱ体験できないっていう方も全然いらっしゃるんですよね。私も本当に体験できなくって、でもとにかく練習ですって、時間をかけて忍耐強く、でも諦めないで続けること、これが道を開くんですっていう話されてましたね。でそういうふうな時間をたくさん取っていくと、やっぱ直感もこう鋭くなってくる。で直感ほどあなたを導いてくれるものはありませんと。で直感が来たら必ずそっちを取ってください。直感を信じて進まないと危険なことが起こることもありますって。だからその左脳、思考にこうコントロールさせすぎないでくださいっていう話してましたね。これめちゃくちゃ難しいですよね。でも本当に私もこれ練習だなって思います。私も数年前 Y 先生のワークショップに行った時には左脳優先だったのでとっても難しかったんですけど、本当に練習してできるようになったので、ぜひそう続けていくこと、これ私も本当大事だなって思います。でY 先生がねおっしゃってたのがね、やっぱり私たちはみんな波動でつながっているっていうことなんですよね。だから一人の人間が変わるだけでたくさんの方に影響を与えるんだよって。だからあなたが愛でいること、慈しみの心を持っていること、優しさを持っていること、思いやりを持っていること、それがすごい大事なんだよっていう話をしていましたね。でみんなつながっているっていうのに関しては、私たち肉体を持った人間ともう肉体を脱いでこの地球を卒業された方、今の、ね、今世を卒業された方、亡くなった方もつながってるんですよって。よくね Y 先生のそのセッションの中でね、亡くなった方からのメッセージっていうのがやっぱり届くんだそうです。でみんな共通して言うのが、悲しまないでって、私はここにいるよ、私は大丈夫だから、もうみんな伝えてくるんですって。だから肉体を脱いでもあなたの近くにいるんですよね、あなたと一緒にいるんですよね。その話をねすごい何回もしてくださいましたね。私たちはその魂の旅、スピリチュアルジャーニーを続けていて、肉体を脱いでもまた地球に戻ってやってくる、もしかすると違う星に行くかもしれないけれど、私たちがその地球に降りてくる時っていうのは車を乗り換えるようなものだ。降りてくるたんびに違う車に乗るけれども、その運転の主導権、ハンドルを握るのはあなたです。あなたがどう生きたいのか、あなたが選択していくんですっていう話をしていましたね。だからいつもできる限り愛の選択をしていくこと、優しさを持つこと、慈しみを持つこと、そういうことを選択していく。それが大きなね平和につながっていくんですよね。むしろそこしか平和は訪れないかもしれないです。とにかく愛で生きることっていう時はやっぱジャッジを手放してくださいってね。ジャッジ、人に対する評価とか差別とかそういうことをすると、やっぱり来世あなたが同じ目に遭うことになるんですって。それが本当に永遠に繰り返されてしまうので、やっぱり一人一人が今愛を選択していくこと、それがやっぱり地球を良くするんですよね。この星を良くするんですよね。だからみんなでね、この地球という学校をね、いい学校にしていく、魂の学びにとって素晴らしい学校にしていけるようにしていきたいですよね。きっとこれが、きっとあなたの、心地よさにもつながるし、喜びにもつながっていくんじゃないかなって思います。本当にこの3日間ね、私にとっては本当に異次元の世界にいたような素晴らしい時間になりました。なんかこうね、皆さんにもまたね別の形で還元できたらいいなって思っているので、
またぜひつながってください。今はねセントラルパーク本当にすごいですね。セントラルパークはニューヨークのど真ん中にある自然の大きな公園の中なんですけど、犬がね結構な割合で放し飼いにされてるんですよね。でもねみんなちゃんとついてきてね偉いなって思って、犬大好きな方はセントラルパークに遊びに行かれるといいかもしれないです。アメリカ行きは私ちょっと怖かったんですよね。ニューヨークってどんなところみたいな、もうなんかスリとかが多いからバッグをね買ってくださいみたいな CM とかがあって、なんかそんな感じなのみたいな感じでちょっと怖かったんですけど、全然そんなことなくって東京にいるようなそんな感覚になってます。私は本当にこの3日間ワイス先生のワークショップに来られてすごい奇跡だったなって。でもう奇跡は、このワークショップが始まる前からもう本当に宇宙が用意してくれたなって感動したんですよね。まさか本当に同じホテルにワイス先生が朝食をね召し上がっているところを見られるなんてってって思って、そこからね手紙をわーって書いて手紙を直接渡すことができて、私本当にビジョンボードにワイス先生に直接会ってお礼を言うことができましたって書いてるんですよ。で直接お礼を言うことができましたって結構なんていうんですか、私の願いの中では本当にちゃんとお話ができてるイメージだったんですよね。でも会場に500人もいるし500人の参加者さんたち多分全員ワイス先生にお礼言いたいだろうなと思ったので、ゆっくりお礼は言うことができないだろうなと思ってお手紙を書こうと思って用意してたんですよね。でワイス先生を朝食の時に朝見かけてもう急いで手紙を書いてお渡しすることができて、なんかそのチャンスを用意してくれた宇宙にもう感動もありがとうしかないですね。感謝しかなかったですね。だからなんかワークショップのねタイトルが奇跡は起こるっていうワークショップだったんですけど、本当にそうだなって、本当に奇跡って起こるんだなって思いました。宇宙ってすごいなって思いました。はい、ということで、セントラルパークからお届けしました最終日。またスウェーデンに戻ってからもなんかこう私の体験、それこそ私ワイス先生となぜこのなんていうんだろう、このつながり深くワイス先生の思いがあるのかっていうことに関して、前世体験をしたいなって思っていたらそれもできたので、そのお話もなんかいつかねできたらいいなと思います。はい、では、この辺で終わりにしたいと思います。じゃあスウェーデンに戻りたいと思います。いかがでしたでしょうか。ワイス先生のお話、ニューヨークでのねホットな時に撮りたかったので、ニューヨークで撮りました。でまだねちょっと話しきれてないところとか、あと私も時を経てどんどん染み込んでいったなんか教えというか気づきというかいろんなインスピレーションがあって、これねぜひ皆さんにシェアしたいなと思ったので、お話し会という形で皆さんにお話できたらなって、そしてワイス先生の愛をね伝えていけたらなと思っているので、ちょっとねこの動画アップしてからちょっとすぐの日程になってしまうんですけれども、7月25日の土曜日日本時間の8時半から、10時まで、もしかするとちょっと延長してしまうかもしれないんですけれども、ワイ先生のワークショップでの気づき、そして私がどうしてこの奇跡に出会えたのかっていうのを振り返った、そのお話とか、あとはねワイ先生の誘導瞑想にインスピレーションを受けて私の言葉を通しての誘導瞑想などもご用意したいなと思っているので、本質につながりたいなって思っている方、スピリチュアルジャーニー興味あるなっていう方、ぜひぜひ概要欄からご覧ください。はい、それではまたねこのチャンネルでもいろいろな英知日常に生かしていく自分らしく生きていくヒント、この地球をね楽しく自分らしく生きていくヒントをお届けしていきたいなと思っていますので、またね遊びに来てください。それではまた。